皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性と有用性を啓蒙する動画を配信しています。現在、数値計算法の一つである射撃法について説明しています。本法は様々な分野への応用が可能ですが、この時目的関数をどのように作るかを理解していなければなりません。しかしながら、このことを明確に書いた書籍はほとんどありません。今回は私が本法を実際に反応器設計へ応用し、論文を書いた話をしたいと思います。私は米国での研究を終えた後、1991年に地方の国立大学の新設された学部に着任いたしました。本学部の素晴らしかったことは、当時では珍しくインターネットが完備されていたことです。これにより私は米国のボスと継続して情報交換を行うことで、米国で行った研究の成果を論文に書くことができました。一方、残念だったことは、新設の学部であったことから最初の数年間研究費が30万円程度しかなかったことです。このため実験だけで研究を行ってきた同僚の研究者は、これでは研究ができるはずがないと不満を漏らしていました。私も実験を含む研究を主にやっていましたが、このままでは生きていけないと思いました。そこで当時斬新であったマッキントッシュの小型のコンピューターを30万円で買い、理論的研究に専念しました。今回の動画の内容は、その頃行った射撃法の応用研究の話です。化学反応器には様々な種類があります。その中に充填層型反応器があります。これは触媒などを含む粒子を容器の中に充填し、これに反応液を連続的に供給して化学反応を行うものです。反応器へ入った反応物は充填層内を流れるうちに、充填粒子の表面または細胞内に存在する触媒などの作用を受けた後、生成物へ変換されて反応器から出て行きます。この時反応率は触媒活性、反応液の線流速、反応器の大きさ、滞留時間、反応物の初濃度、反応器内温度、充填の方法などの因子に基づき、粒子周辺に生じる強膜抵抗の影響を強く受けます。数式モデルにおいてこの影響は物質移動容量係数 KLA で表されます。それでは具体的に反応操作の説明を行います。粒子の表面には酵素であるアルファキモトリプシンが固定化されています。この粒子は長さ 0.092 メートルの容器に空撃率 0.65 で充填されています。充填層の断面積は 1.77×10 のマイナス4乗平方メートル。空撃率イプシロンは 0.65 です。基質は N グルタリル、L フェニルアラニン、P ニトリルアミドです。酵素はこれを加水分解します。反応器へは初濃度 SB インの基質溶液が流速 UZ で連続的に供給されます。
実験により図のようなデータが得られたことが報告されていました。これらはここに示す論文に掲載されているもので、私はこれらのデータを一つずつ図から拾い上げて数値にしました。したがって実験のための研究費は全く必要ありませんでした。酵素の最大反応速度 Vm と見返り数乗数 Km の値もすでに決定されていました。これから述べる計算式中の変数、パラメータの記号の意味は次の通りです。これらも使用記号とその意味を表しています。重点層型反応器の設計方程式を1式で示します。ここでは反応器の流れ方向の座標を Z で表しています。また基質濃度を SB、反応液の線流速を UZ、触媒有効係数を EF、空撃率を εB で表しています。1式の左辺は反応器内の2の Z の1の空間へ単位時間あたりに反応液により運ばれる基質の量を表しています。また右辺は反応器内の2の空間で単位時間に酵素と反応する基質の量を表しています。反応器の入り口と出口における条件は2式と3式で与えられます。重点層型反応器内で起こる物質移動及び反応の現象はとても複雑です。1式はこれを最も簡単に表したものです。今回の例では酵素は粒子表面に固定化されています。よって触媒有効係数 EF の式には表面固定化酵素反応に対する4から7式を使います。これらの式については前の動画第5章 5-3、5-4を視聴してください。計算を効率的に行うため、1式を無次元化します。これにより8式を得ます。また2式は9式となります。無次元化にはここに示す無次元変数と無次元パラメータを使っています。以上の式へ射撃法を適用します。9式から収束計算に必要な目的関数である式10式を設定します。ここでのターゲットは反応器出口における個々の反応率データとなります。10式はガンマを仮定し、8式を解くことにより得られる反応器出口での無次元基質濃度 YB の計算値から一つの実験データの値を差し引いたものです。両者が一致するまで、すなわち
F ガンマが0になるまでガンマを仮定し直し、ニュートン・ラプソン法による計算を繰り返します。ガンマは7式の φE を置き換えたものです。しかし、これを変化させる場合、実際には物質移動容量係数 KLA を変えます。したがって、計算が収束した時の KLA の値は、その計算で使用した実験データの物質移動容量係数となります。収束判定には12式を用います。11式中の F ガンマについたアステリスクは F ガンマをガンマで微分することを表しています。よって11式に含まれる F ガンマのガンマ微分値を計算する必要があります。ここからが射撃法を利用する際の重要な知識となります。7式をガンマで微分すると13式が得られます。この値を計算するには反応器出口での YB のガンマ微分値が必要です。この値を得るため8式をガンマで微分し14式を得ます。これを15式の初期条件の下で解き、その計算値を使って目的関数の値を得ます。触媒有効係数の式を16式から18式のように書き換えます。これらをガンマで微分し、19式から23式を得ます。ここに書かれた式が正しく導かれているかを確認してみてください。得られたここのデータに対する KLA の値を一つにまとめます。これらの値は流速の関数として表すことができることが報告されていました。そこで実験データへ最小2乗法を適用し、25式中の実験乗数 P、Q を計算しました。その結果、26式を得ました。本式には基質諸濃度を含めています。その理由は、基質濃度が変化すると液の粘性が変化し、それが KLA へ影響を及ぼすからです。したがって射撃法では、実験で設定された反応率データごとの SBin と UZ の値を設定し、KLA の計算が行われています。それでは計算結果を説明します。反応率と線流速の関係を表す図はこのようになりました。反応率は線流速の増加とともに減少することがわかります。また、収束計算で得られた物質移動容量係数 KLA と流速の関係を表す図はこのようになりました。KLA は線流速の増加とともに大きく増加することがわかります。これは強膜拡散抵抗が減少することを意味します。KLA の計算値の多くは
プラスマイナス 10% の範囲内で実験値と一致していることがわかります。以上、本動画では射撃砲を重点相型反応器へ適用した例を示しました。重点相型反応器を設計する場合、化学光学便覧などから KLA の値を入手することができます。しかし、この値は装置ごとに大きく変わることから、小さな反応器を使って実験を行い、実験データから決定した KLA の値を使った方が安心です。この時、本動画で述べた推算法はきっと役に立つと思います。この研究は国際誌に掲載することができました。このように計算手法を習得すれば、実験ができない環境においても論文を書くことができます。あとは皆さんのアイディア次第だと思います。本日のお話はこれで終わりです。それでは次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。